皆様、お久しぶり。ヤゴコロです。今回は含水燃料と通常燃料で燃料消費量の比較をしてみました。結果から言うと 50% は成功。次回以降の課題が生まれた実験でした。今回から音声速度を 1.1 倍しています。左の犬はハワイのロスドレスで購入した作者不明の鉄の犬です。解説も前回に続きビームシステムを使用しております。今回の実験から燃料ラインを改善しております。3方弁を通常弁2個に変更しました。明確に燃料切り替えがわかるようにしています。ヒーター負荷を 1200W と 760W の2台としました。今回は中負荷から高負荷領域の検証を中心に行っていきます。電圧計電流計もバックライト付きに変更し、視認性を良くしました。今回は含水経由の作成工程も撮影しました。少量の実験なのでガラス瓶で作成。製造工程は3倍速でお送りいたします。基本的な作業は2023年9月に動画化した軽油と水を可用化剤で混ぜてみたと同じです。全部で 500g の含水軽油を作ります。配合比率は右の解説欄をご確認ください。軽油の次に可用化剤を投入。次にノルマルブタノールを投入。この時点で軽く混ぜておきます。水を投入します。水を投入すると白濁しますが、振り混ぜることで水は可用化します。可用化剤の中でも 11-5 は比較的、水が可用化しやすい部類です。水が可用化しました。この含水燃料を使用して燃料消費量の比較試験を行っていきます。燃費比較試験は上記の手順で行っていきます。ヒーター負荷を一定として通常軽油と含水軽油を無停止で切り替えます。10分ごとに燃料を切り替えを行います。消費燃料の計測は重量式です。この動画とは別に各燃料の密度を測定しています。重量と密度から燃料消費量を計算しました。では、試験を開始します。はい。用意スタート。燃費検証は合計1時間です。途中は10倍速ですが、結果のみ知りたい方はチャプター選択でお進みください。最初は通常軽油で始動しました。ここから10分ごとに燃料の切り替えと消費された燃料を計量していきます。燃料噴射のタイミングは商品購入時から変更なし。通常軽油と含水軽油は同じ噴射タイミングです。ここから10倍速です。ヒーター負荷はおおむね 1750W 付近で安定しています。発電機定格が 2.1kVA。発電機負荷率 80% 程度の運転です。
含水軽油に切り替え、通常軽油を計量します。通常軽油1回目の消費量は 89.4ml でした。製品カタログの 75% 負荷における燃料消費量は10分あたり 105ml です。通常軽油の運転に問題はないと判断しました。含水軽油に切り替え後の電圧変動や出力低下はなし。運転を継続しています。このまま運転を続けます。含水軽油から通常軽油に切り替えしました。含水軽油を抜き取りして計量します。含水軽油1回目の消費量は 125.3ml でした。通常軽油の 89.4ml に比べると約 1.3 倍の燃料を噴射しています。含水軽油は燃焼速度が遅い。通常軽油と同じ噴射タイミングでは不完全燃焼を起こしていると思われます。不完全燃焼で出力が低下。出力低下を補うために機械式ガバナが燃料を多く噴射していると思われます。当初より排気温度が低下しない理由を考えていました。不完全燃焼ガスが排気マフラー内で燃焼していると推定しました。排気ガスには未燃焼成分も多く出ていると思われます。今後、北川式ガス検知管で排気ガスの検証を予定しています。含水軽油に切り替え及び通常軽油2回目の計量。結果は 90.8ml でした。通常軽油1回目とほぼ同じ結果です。通常軽油に切り替え、含水軽油2回目の計量です。含水軽油2回目の消費量は 119.5ml でした。含水軽油1回目より 6ml 少ない結果です。誤差かな？含水軽油に切り替え、通常軽油3回目の計量です。計量の結果は 90.3ml でした。通常軽油3回の平均は 90.2ml。約 80% の負荷で1時間換算は 541ml でした。通常軽油に切り替え、含水軽油3回目の計量です。含水軽油3回目の消費量は 120.3ml。
含水経由3回の平均は 121.7ml。約 80% の負荷で1時間換算は 720ml でした。今回の結果、通常経由が平均 90.2ml に対し含水経由は平均 121.7ml。通常経由に対して含水燃料の燃料消費量は 1.35 倍でした。燃料噴射タイミングが通常経由と含水経由が同じなので、含水経由は不完全燃焼になっていると思われます。不完全燃焼による出力低下を機械式ガバナが燃料噴射量の増加として補ったようです。含水経由での排気温度は今回も通常経由とほぼ同じでした。不完全燃焼ガスがマフラー内で燃焼していると思われます。排気ガス成分の測定は次回以降の課題にいたします。今後の検証予定。燃料噴射タイミングを変更して燃費の検証を行います。ヤンマー汎用ディーゼルエンジンは燃料噴射ポンプを取り付ける際のシムの厚みで燃料噴射タイミングを調整します。燃料噴射を早めることでシリンダー内での可能な限りの燃焼や膨張を目標とします。燃料噴射タイミングの調整で燃料消費が最小になる設定で排ガス分析や長時間運転試験を実施といたします。次回動画は含水率25ウェイト%の燃料で発電機を動かしてみたです。含水率25ウェイト%は撮影済みでしたが、燃料消費量の記録に誤りの可能性が出ました。再検証のために時間を要します。本実験を応援していただける方は高評価低評価チャンネル登録をお願い申し上げます。続く。